はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、タンジジムオーラ2です。入門機の次に選ぶ最初の一歩として非常に完成度の高いモデルですね。シングル DD だった初代から一新されて、同軸ハイブリッド構成になったんだ。大きな特徴を3つ挙げると、1つ目は定位感に優れた同軸ハイブリッド 1DD プラス 1BA 構成。2つ目は150ドルクラスの製品と同じコム QBA を採用。3つ目は USB Type-C バージョンに上位版の DSP マスターチップを搭載していることだよ。価格は8000円台から9000円ぐらい。エントリーモデルからのステップアップには手頃な価格じゃないかな。デザインはシンプルですが非常にクリーンな印象を受けますね。中のドライバーが透けて見えるのがメカニカルで素敵です。軽量なプラスチック筐体を採用しているから装着感もかなり軽快だわ。長時間のリスニングでも耳が痛くなりにくい設計だね。本当に軽いですよね。さて、構造の部分、同軸ハイブリッドについて見てみましょう。これって普通のハイブリッドと何が違うんですか？ダイナミックドライバーと広域用 BA ドライバーを同じ軸上に並べているってこと。すべての帯域が同じ位置から耳に届くから音のまとまりが非常に良くなる。ボーカルや楽器の定位がピシッと決まるのがポイントですね。同軸、なんだか強そう。同じ軸でお肉を刺して焼き鳥みたいな感じかな。ミミーちゃん、よくそんな例え思いつくわね。やっぱり食べ物のことしか頭にないのね。DD にはタンジジム独自の DMT5 という技術が投入されている第5世代のデュアル磁気回路デュアルキャビティ構造を採用した 10mm の DD だね。低域から中域にかけての歪みを抑えてクリアな響きを実現しているんだわ。2つの強力な磁気回路で振動板を強力にコントロールする仕組みが正確な音の立ち上がりを生んでいるんですね。その通り。さらに2つの空間デュアルキャビティで空気の流れも最適化されてる。音漏れはここからちょっとあったけど耳に触れる側だから実際にはほとんど気にならないと思うよ。土台となるダイナミックドライバーが非常に優秀だからこそ広域を担当する BA とも綺麗に調和するというわけですね。そして広域用 BA はタンジジムの150ドルクラスの製品と同じものなんでしょ？この価格帯でそのパーツを投入してくるのはかなり攻めた設計だよね。オーラ2は 3.5mm、4.4mm、USB-C の3種類があり、プラグ固定式です。フォーラみたいに先端を付け替えられないのはコストを中身に集中させるためなんだわ。着せ替えできる方が便利なのに。交換式の仕組みを作るコストを DSP マスターチップに全振りしてオーラ2の選択肢の中に入れたってこと。つまりこの価格帯で上位チップを積むための究極の選択なんですね。その通り。利便性のための機構を削る代わりに単体で約2700円ぐらいで販売されているコネクターと同じ高級ユニットをそのままぶち込んだというわけだ。便利さのコストよりこの1本の音の質を重視したタンジジムらしいストイックな設計ということですね。ではこの同軸ハイブリッドが実際にどんな音を紡ぎ出すのかサウンドチェックで音を確認してみましょう。ボリューム上がります。But I'm still feeling VIP. They sense it's still an acid night today. Yeah, even if the crowd don't cheer and even if the path they clear, my energy is rooted right as rain. I'm blooming anyway. I'm blooming. I'm blooming. Yeah, I'm blooming anyway. Yeah, I'm blooming. I'm blooming. Yeah, I'm blooming anyway.はい、サウンドチェックでした。初代オーラは約4年前のリリースで 1DD 構成だったんですね。見た目はデザインがちょっと変わったのと厚みの違いがある程度。収録中モニターしている時点で小さなボディでもオーラ2は低域がしっかり出ているということはすぐに分かった。ここの差がかなりあるもんね。でも初代オーラは中高域以上が綺麗だと思ったよ。
そう、この波形から想像する通りの違いだったね。レッドシュアー D02 は似た形だからというのが比較理由ですよね。その通り、ボディはやや大きめ。初代オーラより中高域以上が明瞭で、収録曲ではシネマティックな3曲目のストリングスなどでニュアンスの違いがはっきりわかると思う。低域も初代オーラより出ているので、バランスはこの3本の中では中間的なポジションとも言えるかな。オーラ2の2から5キロあたりが他にモデルに比べるとちょっとおとなしい感じだったけど、確かに収録音でも波形比較でも印象は同じでちょっとおとなしめだった。でも実機だとその印象はちょっと違って、ボーカルやメロディーに物足りなさは感じなかったな。バンドルイヤーチップは2種類でしたので、ディバイナスベルベットも重ねてみてみました。セオリー通りという感じで内径をやや絞ったバンドル1の方が5から7キロあたりは抑えられてる。バンドルには開放的な分明るめに感じる傾向だね。で、ベルベットがその中間ぐらいってことだ。今回ダンジジム TAPB-T500 も送ってもらったんですよね。測定したかったんだけどワンサイズしかなくて同音感にしっかりさせなかったので断念。内径は同じで先端部の開き方に違いがある。詳細は上に記載したけどどちらが優秀とかってことではなく、どちらも良かった。特に密着する感じが半端なくて絶対に音を漏らさないぞっていう感じ。以前からある TAPB がサラサラな食感なのに対し T500 はウェットな感じが対照的。サイズによって多少価格は違います。密着感を求める方にはおすすめできますよね。そうだね。今回音収録は 4.4mm バージョンのケーブルでしたじゃない？ DSP 版との住み分けってどういうところなの？外での使用が多い方にはスマホと USB Type-C ケーブルの組み合わせの方が多分便利。音質もとりあえずなんて半端な質感ではなく、内蔵チップが優秀だからポータブルのヘッドホンアンプを使わなくても済む。低域は 4.4mm プラス FiiO-K7 の時より出ていた気がする。それも質のいい低域で専用アプリでの EQ による音質調整もできる点も有利。じゃあ 4.4mm バージョンはすでにポータブルや据え置きタイプのヘッドホンアンプを持っている方向けかな。アンプを自由に選べるから FiiO-K7 でちょっと細く感じた低域を全ダックで聞き直してみると音が太く感じる分オーラ2に合う感じ。組み合わせて印象って結構変わりますからね。小ぶりなボディがちょっと影響ある気がするって思ってたけど、イヤーチップを変えたりアンプを変えたりしているうちにこれは結構いいぞって思えてきた。この辺りに厚みがあるから重低音とはちょっと違う質感じゃない？そう、やや低域寄りなバランスにも感じるけど補正したいというほどではない。さらに自分好みにしたければちょっとだけ EQ 使えば済む。愛はこのまま聴こうって思いました。やや開放感もあり空間にも余裕ありましたし。そうだね。購入条件が小さいボディ優先ならオーラ2は選択肢としてかなり上位か一番最初に上げてもいいんじゃないかな。愛は USB Type-C ケーブルバージョンで検討しようと思います。私も久しぶりに買っちゃおうかな。ミミィちゃんも気に入ったんだね。4年の時を経てドライバー構成も変わって別物と言ってもいいオーラ2、ぜひ検討してみてほしいモデルです。はい、ということでダンジジムオーラ2のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。